奇祭。それは奇妙なお祭り。常識では考えられないほど変な祭りです。今回紹介するお祭りは、天下取った織田信長に、この祭りやべえから一回禁止。禁止や。これ禁止。怖っ。この祭りめっちゃ怖いやん。やっべえ。って言わしめた祭りです。今回はそんな奇祭の一つ、寒い冬の風物詩、国宮裸祭りについてお伝えします。祭りの現場は国宮。国宮は愛知県稲沢市にあります。国宮裸祭りは正式名称を直井神事と言います。難を追うということで厄除けの神事です。歴史は古く、奈良時代1250年以上前から始まっています。全国的に悪役退散の祈祷が行われた時に、国宮においても祈祷をしたことで始まったと伝えられています。冬に裸？名前からすでに奇祭感出てるやん。実は裸祭りは昔から全国にあったんです。主に男性が全裸かそれに近い格好で参加していました。全裸に近い格好って何？転げても痛くないようにサポーターでもつけるん？サポーターなんかつけへん。ふんどしやふんどし。ああ、ふんどしか。古事記や日本書紀にも載ってる日本の伝統的な下着やもんね。もともとは相撲や力仕事、木こりや狩猟などの仕事の際に身につけたと言われるあのふんどしね。おー、ふんどしの知識量がすごいな。祭りといえばふんどしやから。ところで、なんで裸なん？裸祭りの多くは参加者である氏子たちが生まれたままの正常無垢な姿で神様と交渉する神聖な神事だと言われている。その神様との交渉事とは厄落とし。みんな厄落とししたくて落としたくて真冬にふんどし一丁で国宮に大集合や。そんな厄を落としたくてたまんないふんどし一丁の男性の大群の中に対抗するかのように真っ裸の男が一人現れる。そう、それが神の男と書いて神男。この神男は直井人と呼ばれている。漢字にすると難を負う人、厄や汚れをすべて背負う男の中の男や。その一人の神男に群がる何万人というふんどしの男。この神男に触ろうとほんまに必死や。神男に触れると一年の厄がすべて落とされると言われている。神男は参道を通り、楼門をくぐり、直井殿まで行く。9000人というふんどし男に囲まれながら前を進む神男。そこには強力すぎる助っ人がいる。鉄商会といい、過去の神男を経験した男性が神男を守りながら進む。まあボディーガードみたいなもんや。神男は目線はずっと地面、腰をかがめ丸くなった状態で直井殿へ進むスタイル。これ触る難易度めちゃくちゃ高い。この直井神事が始まる3日前、神男は全身の体毛を剃る。当日は一部刈りくらいの髪の毛の長さ。もちろん周りはどこに神男がいるかわからない。ということは、坊主やスキンヘッドの人はめちゃくちゃ間違われるんや。とにかく間違われて、ベタベタと触られまくるそうや。参拝に行き、歩くだけなら3分もかからない距離ですが、押し寄せる裸、いや、ふんどしの男たち。1時間くらいかけて直井殿まで移動します。移動している時に裸の男たちにただひたすら桶に入った水をかけまくる人たちがいる。そしてこちらもまた裸の男。なぜ水をかけるのか。これには2つの理由があります。1つ目、忘れてはいけません。みんなふんどし一丁ですが、開催時期は2月。1年の中でも一番寒い時期です。その時に裸に水をかけます。これはもうひるみますよね。冷たい水が当たったらひるむし、その分神男が前へ進みやすいようにしています。そして理由の2つ目、摩擦を軽減させるため、ふんどし一丁の男が大量にいます。素肌と素肌が触れ合います。人肌恋しい人にはぴったりですが、摩擦が発生するんで、そういった摩擦を少なくするために水をまいています。そんな激しい裸祭りですが、こんな祭りやめえやめえと言われた時期もありました。それは尾張出身の織田信長です。この織田信長が見たであろうお祭りのスタイルは、現代とは少し違いました。昔のスタイルは、汚れを背負う神男は選ばれた人ではなく、その辺の飛脚や村人をとっ捕まえて、汚れを背負わせたという恐怖のお祭りだったのです。そして、参加する人の裸の男たちは、なんと手に刀を持っていました。恐ろしいですよね。切りつけるわけではありませんが、刀を持ち、直井人を追いやっていたのです。せっかち、短気、
厳格、残虐だと言われていた織田信長でさえも、当時の裸祭りには恐怖におのろいた。怖えわ。マジこれ危険。マジでやめろって。こんな通りすがりの人、マジかわいそうやって。適当に連れてきて、汚れを世話すなんてむちゃくちゃしょるわ。長い間続いてきた裸祭りですが、この時だけは中止になったそうです。織田信長の時代から見ると、今の裸祭りはまだ平和なのかもしれませんね。直井真司のクライマックスは、直井殿に神男を引っ張り上げるシーンです。この時まで神男はどこにいるのか知らされていません。直井殿へ引っ張り上げる時に、初めてどこにいるかが周囲にわかります。この裸男の渦に神男をすくい上げに行く過去の神男たち。神男の周りに群がる人間の上を走って神男を探しに行きます。この時周りにいる男たちは、桶で水をかけるのではなく、ホースでジャバジャバ水をかけ続けます。もうたまったもんじゃないそうです。真冬の2月にホースで大量の水をかけられる。そんな状況になります。水を浴びてぬるぬるの神男、めちゃくちゃ滑ります。最後には握力もほぼないそうです。そんな中、うまいこと直井殿へ引きずり込まれ、直井真司はこれで終了となります。壮絶です。めちゃくちゃ壮絶です。地元のテレビ局なんかも毎年中継に来ます。聞いてるだけで怖い。でも、世の中の汚れや負を背負った神男自身は、これで一生安泰になれるの？周りの人は神男に触れたら一年の厄落としになるけど、神男はこのままやとずっと汚れ背負ってるんやないの？とこに目をつけた。そう、実はまだ終わってないんや。夕方に直井真司が終わり、翌日の午前3時、真夜中や。神男はあらゆる汚れを封じ込めた土餅を背負います。この土餅には、前年の夜、直井真司の時に使ったつぶての灰が加えられています。土餅の周りは真っ黒に塗られています。そんな土餅を背負った日中ヘトヘトになった神男。すべての汚れを背負い、周りからは桃と柳の枝で作られたつぶてを投げつけられ、神宝の大鳴鈴で威嚇されます。桃、柳、鈴、この3つにはすべて邪気払いの効果があります。汚れや災いをつぶてと鈴で追い出しています。神男は背負っていた土餅を捨てて振り返らずに家へ帰ります。その捨てられた土餅をその場で神職が埋めることで厄払いがようやく完了します。実はここが最も重要であり、神聖な神事となるわけです。奇祭って言われる祭りでもこんな意味があったんやね。祭りの意味を知り、参加してみるとまた違った楽しみ方ができそうやね。裸祭りは汚れを払うお祭りやったね。楽しい中でもどんな願いが込められているか知ると、また違った視点で祭りを見ることができるね。それでは今回も最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。